コンわさびーむ。日本語 V ティーチャーのわさびです。3月のわさびニュースのお時間です。今月のトピックはご覧の通りです。概要欄にタイムスタンプもあるので、適当にすっ飛ばしたり巻き戻したりしてお楽しみください。ではまず、今月の日本のコーナーです。3月は別名、弥生と言います。3月といえば、冬が終わって草や花の芽が出る季節。弥生と呼ばれるようになったのは、草木が生い茂るという意味の言葉、いやおいが由来だと言われています。今年の3月は10年に一度の暖かい春になるそうで、月半ばの3月15日ぐらいには東京でも桜が咲く見込みだとニュースで言っていました。暖かくなって外出したくなる季節ですが、同時に花粉も猛威を振るっています。花粉症の人には一番嫌な季節かもしれません。花粉症とは草や花の花粉が原因で鼻水が出たり、鼻が詰まったり、目のかゆみ、くしゃみなどの症状が出るアレルギーのことです。3月は特にスギ花粉などが有名で、目薬や飲み薬はもちろん、花粉を防ぐためにマスクをつける人も結構います。皆さんの中に花粉症の人はいますか？自分の町や国では花粉症にならないけど、他の町や国に行くと花粉症になるっていう人もいますよね。今月日本に来る人は花粉症に気をつけてくださいね。Take care。わさびニュース。それでは、ここで今月の慣用句を一緒に勉強しましょう。今月の慣用句はこれ。桜咲く。これは受験で行きたいと思っていた学校、志望校に合格したという意味です。1956年、当時は大学受験の合否を知らせる電報を打つことが流行っていたそうです。そこで短い言葉でわかりやすく知らせるために、早稲田大学に合格した学生が使い始めたのが始まりだそうです。桜咲くはおめでたいことを知らせるフレーズとして使われています。日本では3月に学校を卒業して4月から新しい生活が始まります。来月から留学や仕事で日本に来る人もいると思います。桜の咲くこの季節に、あなたの生活にも何か変化はありましたか？小さなことでも大きなことでも何かを変える、何かが変わることはとても大変なことですが、いい意味で素敵な変化があると人生が楽しくなりますよね。どんなことでもいいので、皆さんの変化をぜひコメント欄に書いてください。ちなみに私の最近の変化は早起きを始めたことです。わさびニュース。問題です。これらの漢字は一体何を表す漢字でしょう？もうわかりましたよね。そうです。植物を表す漢字です。木偏や草冠がある漢字はすぐに植物の漢字だとわかりますが、おかしいですね。一つだけどちらの部首も使っていない漢字があります。これは幹、木の体を表す漢字です。この漢字は木偏も草冠もありませんが、実は昔はこんな感じだったんです。木の体、中心の部分という意味だったこの漢字は、物事の中心になる部分、
中心となって働くリーダー。リーダーになることができるスキル、才能。このようにどんどん意味が広がっていったそうです。その間に漢字の形も変わったんだとか。私は天気のいい日に木の幹にもたれて日向ぼっこするのが大好きです。幹という言葉はなかなか使わないかもしれませんが、寒と読む名詞はたくさんあるので、きっと社会人の人はよく聞く、よく使う言葉になると思います。特に3月、4月は漢字が大活躍する季節です。ぜひ覚えておきましょう。わさびニュース。今日最後のコーナーです。マシュマロもぐもぐでは小さな質問や皆さんからもらったコメントにお返事しています。マシュマロのリンクは概要欄にも貼ってあるので、いつでも送ってくださいね。では、最初のメッセージです。こんにちは、わさび先生。こんにちは。いつもいろいろなトピックで日本語を教えてくれてありがとうございます。私は仕事のために日本に引っ越す可能性があります。外国人として友達をできるかなという心配をちょっとしています。それでは質問が2つです。友達をできるための語句や言葉を教えてくれませんか？そして日本の社会にどこで友達をできやすいと思いますか？というマシュマロです。まずはいつも動画を見てくれて本当にありがとうございます。仕事で日本に来るの？すごい！仕事で日本に来るってことは多分日本語でコミュニケーションができるってことですよね。それならあんまり心配しなくても大丈夫だと思います。日本人は外国語を話せる人があまり多くないので、外国語でコミュニケーションをするってことが苦手なんです。でも、日本語でコミュニケーションが取れると分かったら、とても優しい人が多いと思います。友達ができる魔法の言葉。おすすめの日本料理やレストランを聞くのはどうですか？次、その人と会うまでに教えてもらったものを食べて、その感想を伝えると共通の話題で仲良くなれると思います。職場の人や何度か会ったことがある人なら今度一緒に行きませんか？と誘うのもいいですよね。あと、友達ができやすい場所はミートアップだと思います。特に東京、大阪などの大きい町ではよく開催してると思うので、ぜひ調べてみてください。頑張ってくださいね。日本で待ってるよ。次のメッセージです。わさび先生、こんにちは。こんにちは。最近気づいた。ないはぬに変えられる。その変化はいつ変わっていいとかあまりわかりません。よかったら教えてください。匿名さん。匿名さん、マシュマロありがとうございます。すっごいいいところに気がつきましたね。その通りです。これは動詞のません。普通形、可能形、受身形、詞益形、尊敬形、謙譲語の内形に使えます。これは現在のテンスにだけ使います。過去形はできません。形容詞や名詞の内形もぬにすることはできません。ちなみに、でいませんの時はでおらぬになります。これはいます、おります。つまり敬語の形にするということです。これで気づいたあなたは天才。そう、敬語ということは、これはとても固い表現ってことです。例えば、静かな侍や
武士のキャラクターなどはよくこの話し方を使っていますよね。普段の会話でこれを使うとかなりユニークな人だと思われる可能性があります。ちょっと気をつけてくださいね。今日最後のメッセージです。サムさん、メッセージをありがとうございます。ちょっと長いので早速回答していきますね。まずは自動詞と他動詞の質問から。あげるは自分のアクションに使います。足を上げる、荷物を上げる。私がしようと思って何かを上にすることです。サムさんが思っているあげるは誰かに何かをプレゼントするという意味で使うあげるかな。その時は漢字は使いません。別の意味の動詞だよ。上がるは私がしようと思わなくても勝手に上に行くことです。温度が上がる、物価が上がる。また、これは上に行くという移動の意味を持っている動詞なので、エレベーターが2階へ上がるのように自動詞の直前にが以外の助詞が入る場合もあります。サムさんの文を直すとこうなります。いよいよは間もなくこれからという意味で使うので、動詞が多形の場合はついになどを使った方がいいでしょう。また、ここで自動詞を使うと勝手にできた、勝手に完成したというニュアンスが出るので、ついに漫画を描き上げたという方が自然だと思います。描き上がるは描き上がった漫画を見直したのように使うと自然です。ちなみに描き上がるは描きますと完成するという意味の仕上がりますが一つになった複合動詞なので、上がりますとはまた別の動詞なんです。ややこしいですよね。あげますとくれますの使い方についてはこの動画、自動詞と他動詞についてはこの動画やわさびの日本語練習帳で詳しく説明しています。チェックしてみてね。あまりとあまりにもの例文はどちらもいいですね。あまりにも忙しかったから勉強する時間がなかったと言えれば完璧です。忙しいはいい形容詞なので、忙しい、忙しかったにしましょう。最後に、誠にを使う場合は、誠に申し訳ありませんと言うと、とっても自然になりますよ。わさびニュース。今月のわさびニュースは、そろそろお別れのお時間です。最後まで聞いてくれて、本当にありがとうございました。勉強になったと思ったら、チャンネル登録よろしくお願いします。一言でも感想、コメントをもらえるとすごく嬉しいです。QA、マシュマロなども気軽に送ってくださいね。それでは次のレッスンでお会いしましょう。おつわさびーも。バイバイ。